皆さんこんにちは。今回は久々にグラフィック設定ですね、こちらの方を少し取り上げていきたいと思います。以前にもグラフィック設定の動画はですね、いくつか公開していますが、ここ最近の設定であったりフレームレートを考慮して見直した点や MSFS 以外でのセッティングですね、そちらの方もご紹介できればと思います。フレームレートに関しては時間帯であったり負担の大きい空港であったりマルチプレイをオンにしているとき、様々な状況で変わってきますが、一番負担をかけているセッティングですね、その項目が本当に正しいのか、上げすぎていないのか、そのあたりもですね、実際に調整したセッティングをお伝えしていきたいと思います。まず最初はですね、MSFS の設定の前にパソコンの設定と NVIDIA コントロールパネルですね、お使いのグラフィックボードが NVIDIA GeForce 系であれば、こちらのコントロールパネルが設定できるようになります。MSFS にも大きく影響してくるので、こちらの方も紹介していきたいと思います。はい、それでは本日も早速やっていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。まずはじめにですね、パソコンのセッティングですね。左下の Windows マークをクリックして設定をクリックします。設定画面の中にですね、ゲームと書かれたこちらですね、こちらをクリックします。で、最初のこのゲームバーっていうところですね、こちらは特にいじることはなくて、右側のですね、グラフィック設定ですね、こちらの方をクリックしていきます。グラフィック設定の中に、一番上ですね、ハードウェアアクセラレーターによる GPU スケジューリング、最初はオフになっていることが多いのでオンにしておきましょう。待機時間の短縮だったりパフォーマンスの方も向上するということなので、こちらの方はオンにしておきましょう。初めてオンにする場合はパソコンの再起動が必要になります。まず1つ目の設定は終わりました。2つ目ですね、見ていきたいと思います。先ほどと同じく設定画面からシステムディスプレイサウンドと書かれたこちらに進んでいきます。次に電源とスリープ、こちらをクリックします。またこのページはですね、特に使わずにこの右側にある関連設定ですね、電源の追加設定、こちらに進んでいきます。ポップアップで電源プランの方をですね、カスタマイズできるページが出てきます。一番下ですね、このページには高パフォーマンスというプランも隠れていて、こちらを選択することによってパフォーマンスを最大限に引き出してくれると言われています。その代わりですね、電力の方の消費は大きくなると言われています。現在僕の方の設定も高パフォーマンスにしています。はい、これでパソコン側のセッティングは以上になりまして、次に NVIDIA コントロールパネルですね、そちらの方を見ていきたいと思います。まずデスクトップで右クリックをして NVIDIA コントロールパネルを開きます。使用できるのが NVIDIA GeForce 系のグラフィックボードを搭載しているパソコンになります。ここではグラフィック設定をカスタマイズするために非常に重要なツールになっています。より効果的なグラフィック設定ができ、優れたパフォーマンスに調整できます。今回この 3D 設定の管理ですね、こちらの方を見ていくんですが、まず最初にグローバル設定とプログラム設定の2種類があります。グローバル設定は全てのソフトに反映させる設定、全体的にですね反映させるという設定になっています。プログラム設定は個別のソフトに反映させることができます。通常このプログラム設定で Microsoft フライトシミュレーターですね、こちらの方を選択する形になります。もしここにですね Microsoft フライトシミュレーターがない場合は追加を押して、手動で選択してあげてください。大体はここの一覧に出てきます。で、本題の設定ですね、結構設定項目も多いので重要である項目ですね、そちらの方を紹介していきます。ちなみにグローバル設定の方は特に何もいじっていません。まずですね、この OpenGL レンタリング GPU ですね、こちらの方は使用しているグラフィックボードの方を選択します。このように項目をクリックすると他の項目もですね選択できるようになります。ご自身のパソコンで使用されているグラフィックボードを選択します。この下のアンチエイリアシング、この辺りはですねグローバル設定で特にですね何もしていないので飛ばしていきたいと思います。下の方にですね少し重要な項目があるのでそちらの方へ進んでいきたいと思います。まず1つ目の重要な項目ですね、スレッドした最適化。これはですね CPU の複数のコアを有効活用するために僕の方はオンにしています。MSFS ではグラフィックボードもですねもちろん CPU もかなり使いますので CPU の方をですねより有効にですね使用していくためにオンにしています。
続いてテクスチャーフィルタリングクオリティですね。これは簡単に言うとテクスチャーの品質ですね。MSFS 自体がテクスチャーの品質は元から結構いいので、ちょうど中間のクオリティにセットしています。パフォーマンスに影響がそれほどないようであればハイクオリティあたりにしてもいいかもしれません。続いてテクスチャーフィルタリングトリニニア最適化になります。この設定ではモニターに出力されていないテクスチャーを最適化して負担を下げる役目があるみたいです。こちらの推奨はオンになります。次はテクスチャーフィルタリングネガティブ LOD バイアスになります。この後もですね、この LOD っていうのが MSFS 内でも出てくるんですが、レベルオブディテールの略になっています。直訳すると詳細度といった意味になるんですが、この LOD バイアスの調整でテクスチャーの詳細をシャープにするとも言われています。この項目では許可を選択しています。次のテクスチャーフィルタリング違法性サンプル最適化ですね。こちらの方はオンにするとパフォーマンスは上がるとも言われているんですが、画質の低下であったりちらつきの発生もあると言われているので、僕の方は画質の方を優先してオフに設定しています。次のトリプルバッファリングですね。この設定では先の垂直動機がオンになっている場合はこの設定もオンにするとパフォーマンスが上がると言われているんですが、オンとオフで試してみたところそれほどですね変わらなかったので、こちらの方はオフにしています。続いてバックグラウンドアプリケーション最大フレームレートですね。これはバックグラウンドで動作するアプリのフレームレートを制限する設定になっています。基本的にはこの項目もオフが推奨されています。この下にあるバーチャルリアリティレンタリング全フレーム数、こちらはですね VR を使用している時に適用される設定になっています。選択する値を小さくすると入力のラグは減りますが負担が強くなるため CPU や GPU ですね、そちらの方のパフォーマンスの低下につながる可能性があると言われています。 VR を使用する場合はですね 3D アプリケーションの設定を使用することが推奨されています。僕の方は VR 使ってないので、グローバル設定の1を使用するで特に設定していません。次の項目は低遅延モードです。この低遅延モードは描画遅延を最小化する設定になっていて、画面表示までの遅延を減らしてくれます。ただし GPU によっては処理の負担が増加する可能性もあると言われています。以前まではこの低遅延モードをオンにしていたんですが、設定でウルトラという項目があるのでこちらにしたところ若干ですがフレームレートの向上が見られました。なのでこちらの設定はウルトラを推奨しています。次に垂直動機のセッティングになります。この設定では GPU のフレーム生成とディスプレイのリフレッシュレートを同期させてティアリングと呼ばれる画面の乱れを防ぎ滑らかに見せる効果があります。このコントロールパネルで垂直動機はオンにして MSFS 内のセッティングの垂直動機の方はオフにします。これで SIM 内での負担を軽減することができます。次に最大フレームレートですね。こちらの方もフレームレートに少し関係してくるんですが、フレームレートを上限値に制限する設定になっていてパフォーマンスを安定させるためのセッティングになっています。ここではフレームレートを固定してしまうとパフォーマンスも最大限に発揮できないのでオフにすることによってフレームレートの上限を解放します。 GPU の負担はかかりますがフレームレートの向上を考えるとこちらもオフを推奨します。次は違法性フィルタリングになります。これもテクスチャーの品質を向上させる項目になっていてテクスチャーの歪みを軽減して滑らかな表示を再現してくれます。設定を調整することでクオリティは上がりますが GPU に負担がかかることもあります。ちなみにこの項目の数値を大きくすれば遠くまでの距離は鮮明に描画されるようになるんですがフレームレートの方はかなり落ちます。そのためクオリティを取るかパフォーマンスを取るかで少し変わってくるんですが僕の方はアプリケーションによるコントロールにセットしています。はい、この 3D 設定の管理ですね。こちらの方の最後の項目で電源管理モードのセッティングになります。パフォーマンスを最大化を優先にしていると常に最大クロックで GPU を回すので消費電力が高くなり GPU のファンの音も少し大きくなります。ですがカクつきなどの軽減にもつながると言われています。パフォーマンスを最大化を優先にするとやはりどうしてもグラフィックボードにかなり負担がかかるのでグラフィックボードの寿命などを考えると個人的には推奨するセッティングは標準をお勧めします。
はい、ということでここまで非常に長くなりましたが、次はですね MSFS の方、セッティング等を見ながら、フレームレートに大きく影響する項目など、僕の方が見直したセッティングですね、そのあたりもですね細かく見ていきたいと思います。今回場所の方は少し重ためな羽田空港でやっていきたいと思います。まずは僕の方の現在のセッティングですね、そちらを見ながら少し見直した項目ですね、あとはフレームレートに大きく関わる項目、そちらの方のセッティングですね、どれくらいフレームレートが変わるのか比べていきたいと思います。はい、それではジェネラルオプションズからグラフィック設定を見ていきましょう。ざっとですねこのような形になってまして、少し重要であるところをですねピックアップしていきます。まずは上の方からアンチエイリアシングはですね TAA にセットしています。この設定ではゲーム内のギザギザのエッジを排除する設定になっています。アンチエイリアシングにも他にも種類はありますが、現時点ではこの TAA が一番見栄えが良く最良のセッティングとも言われています。次に垂直同期ですね、 NVIDIA コントロールパネルの方でオンにしているので、こちらの設定ではオフにしておきましょう。また DirectX バージョンですね、こちらの方はDX11 と DX12 のこのベータですね、今のところまだ大差はないようですが、最近はですねこの DX12 のベータの方にしています。さらに下の方に行きましょう。ようやくですねフレームレートに大きく影響する項目のところまで来ました。この MSFS の中でもテレインレベルオブディテールですね、こちらとあとはオブジェクトレベルオブディテール、この2つがですねパフォーマンスの方かなり影響してきます。このテレインレベルオブディテールは数値を大きくするほど遠くの地形まで描画されますが、負担の方は大きくなります。簡単に言うと地形の詳細レベル、この LOD を表示させる距離になります。もう一つのオブジェクトレベルオブディテール、こちらの方は名前の通りオブジェクトを表示させるまでの範囲になります。この後この2つのセッティングですね。で今この200と150にセットしているんですが、この数値からセッティング自体は下げて、どれだけフレームレートが変わるかをですね比較していきたいと思います。最終的には大きく見た目が変わることがないような、少し妥協できるぐらいのところまでですね設定を見直したので、そちらの方も後ほど紹介していきます。この下のセッティングですね、少し省略させていただきます。大体はウルトラ設定にしていますが、水面の再現はハイにしています。ぜひこの辺もですね参考になればと思います。はい、そしたらですね、今までライブ配信でやっていたこのセッティング、テレインレベルオブディテール200と、オブジェクトレベルオブディテール150ですね、羽田空港の方でフレームレートの方ですね確認していきましょう。このような大型の羽田空港になると、駐機しているスポットであったり向きであったり、その辺でもフレームレートは少し変わってきます。今フレームの方はですね右上こちらの方出ていますが、30後半から40いかないぐらいなんですが、この先ドローンカメラの方向によってはフレームレートの方がかなり落ちてきます。ちょうどこのドローンカメラの向き方面にはオブジェクトであったり羽田空港周辺の建物ですね、先ほどの2つの LOD が負担をかけているので、このようにですね結構カクカクしてフレームレートの方が少し低下してきます。この状態で FSLTL など AI トラフィックなども出現させているとさらに低下します。逆にですね千葉県側、海側の方ですね、そちらの方を向くとフレームレートの方は39ぐらいに安定します。やはりどうしてもフレームレートですねもう少し上げたいと思い、今回の設定ではこのテレインレベルオブディテールとオブジェクトレベルオブディテールですね、こちらの方を見直した値に下げて、どれくらいフレームレートが上がるのか見ていきたいと思います。その前にこの2つの項目がどれほどフレームレートに影響しているか、設定の値を一番低くしてみましょう。設定の方を最小にするとフレームレートの方はだいたい50前後まで上昇します。しかしこのセッティングだと遠くの建物であったりオブジェクトもですね近づかないと出てこなかったり、見栄えの方は非常に悪くなります。はい、次に今現在僕の方が見直したセッティングですね、そちらの方を反映させてフレームレートがどのぐらいになるか見ていきたいと思います。まずテレインオブディテールですね、この項目では僕の方が推奨する値は100になります。もう一つのオブジェクトレベルオブディテールですね、こちらの方は50にセットしました。
このぐらいの設定であれば東京都心の建物もまだしっかりと表示され、地方の空港などいった場合はですね、やはりフレームレートも非常に上がり、この羽田空港でもですね、フレームレートは40を超えるので、前のセッティングよりは少しフレームレートの方も向上します。また空港内を走っている車両であったり、道路を走っている車ですね、その辺りの交通量もパフォーマンスの方に影響してくるので、空港内の車両はですね 5% 以下、道路を走っている車は 20% 以下ぐらいに設定しています。前半に紹介した NVIDIA のコントロールパネルですね、こちらの方を合わせて設定することで、今回この PMDG の737ですが、フェニックス、フライバーワイヤーの A32NX なども若干ですが変化は見られました。またコックピットの方ですね、内部の方はどうしてもフレームレートは少し下がりますが、 PMDG737 でだいたい35あたりをうろうろしていました。フェニックスの方もですね、同じく羽田空港の85番スポットですね。フレームレートの方は33から34あたりですね。PMDG よりはですね、若干下がるんですが、同じぐらいの数値になっていました。東京の都心上空周辺ですね、この辺りでも、フレームレートの方はだいたい40前後、その辺りを行ったり来たりしていました。 LOD のセッティングはですね、以前よりかなり落としましたが、このようなエアライナーで飛んでいる時はですね、クオリティに関しては NVIDIA のコントロールパネルでも補っているので、それほど下がった雰囲気はありませんでした。はい、今回は NVIDIA コントロールパネルのセッティングと、僕の方が見直したグラフィック設定ですね、こちらの方を紹介してきました。現在は様々なツールなども出ていますが、このように NVIDIA のコントロールパネルを使ったり、元々のグラフィック設定を見直すこともフレームレートの向上にもつながってくるのかなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。今後も MSFS の動画ですね、たくさん出していきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録お待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。